1974年7月、カリフォルニアの研究所で、一人の男が緯度と経度の数字だけを渡された。場所も目的も知らされないまま。彼が紙に書いたのは、遠く離れたソ連の秘密施設に立つ巨大なクレーンだった。これはアメリカ政府が20年以上にわたって税金で続けた極秘計画の記録である。計画の名は後にスターゲートと呼ばれる。CIA と国防情報局が座標だけを頼りに遠く離れた場所を心で見る遠隔透視と呼ばれる能力を諜報に使えないか検証した。研究の舞台はスタンフォード研究所。物理学者のラッセル・ターグとハロルド・プットホフが主導した。この動画では機密解除された実際の文書とスケッチだけを使ってその内側を見ていく。最初の記録は1974年7月9日に始まる4日間の実験。標的はロンドンタイムズの世界地図から選ばれた実在の一点だった。座標は北緯およそ50度、東経およそ78度。ソ連の核実験で知られるセミパラチンスクの南西、投資員パット・プライスに与えられたのは、この座標と科学軍事の研究試験エリアという一言だけだった。プライスは上空5万フィートから見下ろすようにと促された。そして2日目、彼はレールの上に立つ巨大なガントリークレーンのスケッチを描いた。これがその実物である。1974年7月の日付が押されている。実験を検証した分析官はこう書いている。実際のセミパラチンスクのクレーンにこれほど似た絵を彼が描けたとは考えにくい。本当に投資したのか、あるいは現地を知る誰かに教えられたのか、そのどちらかとしか思えないと。だが、同じ評価書はこうも記す。プライスはその施設に実在しないものも数多く見ていた。3日目には地下にあった建物を地下構造はないと否定した。それははっきりとした誤りだった。評価官の結論は短い。プライスのこの投資実験は失敗だった。一発の説明のつかない的中と大量の外れ。どこまでが事実でどこからが空想か、その境界は誰にも引けなかった。数年後、陸軍情報部の依頼で別の投資セッションが行われた。コードネームはグリルフレイム。投資員に渡されたのはやはり地理座標だけだった。座標が読み上げられたその瞬間、投資員は強い印象を得たと語る。座標を読まれた時、とても強い印象を受けました。かなり大きな円形の建物が見えます。その横に何か逆さにしたガラスのコップのような形のものが並んでいます。彼が書いたのは円形の建物とその地下に埋もれた構造、そして上空から見た地形だった。報告書は冷静だ。最初のセッションでは投資員は円形の建物に強く惹かれ、それは後に標的の南西およそ3300メートルで確認された可能性があるとされた。だが次のセッションでは彼は的を絞れなかった。ここでも的中らしき断片と外れが混じり合っていた。だがこの計画で最も奇妙な記録は地球の外にある。1984年5月22日、投資員には中身を見ないまま封筒が手渡された。セッションの間封筒は開けられない。読み上げられたのは座標と一つの時代だけ。封筒の中のカードにはこう書かれていた。惑星火星、およそ100万年前。投資員自身は標的が火星だとは知らされていなかった。座標に降りた投資員は語り始める。黄土色のピラミッドのような形、砂嵐、そして非常に背が高く痩せた人々。彼らは巨大な石の構造物の中で嵐をしのいでいた。投資員は言う。彼らは古代の人々だ。死にかけている。自分たちの時代が終わろうとしていると。環境が急速に壊れ、一部は新たに住む場所を求めて去っていった。これは100万年前の火星の話である。確かめる方法はどこにもない。そして文書にはモニター自身のこんな書き込みが残っている。被験者には聞こえない声で記録だけに、彼は正確に動く力を失いつつある。だが面白いものに引きつけられている。記録は本物だ。だが語られた火星は誰にも確かめられない。
1995年、CIA はこの計画に外部の評価を求めた。統計学者ジェシカ・ユッツは、偶然だけでは説明しにくい効果がデータには存在するとした。一方、心理学者レイ・ハイマンは、実験の手法に欠陥があると反論した。そして、諜報の現場では使えないとして、スターゲートは閉じられた。当たっていたのか、ただの偶然か。それは今も誰にもわからない。だが、確かなことが一つある。世界最強の情報機関が超能力に20年、本気で時間と税金をかけた。使えないと結論した後も、最後まで完全には否定できなかった。そして、最初の1枚は今も残っている。座標の数字だけで書かれたソ連のクレーン。なぜそれが書けたのか。文書は今も答えていない。出典は CIA が公開した機密解除文書。すべて実物のスキャンである。米政府が公開した機密ファイルを公式の記述に忠実に日本語で